皆さん、こんにちは。パピガニです。今回は3月にですね、上映予定されているデューン砂の惑星パート2という SF 映画のですね、上映記念して、マイクロソフトフライトシミュレーターの開発チームであるアソボスタジオというところからリリースされたデューンエキスパンションというのをですね、やっていきたいと思います。はい。で、デューンアクティベーツはですね、2つメニューがあって、1つはチュートリアルですね。チュートリアルと、あとチャレンジス。チュートリアルおなじみの、訓練なんですけども、チャレンジスはタイムトライアル的なチャレンジになっています。じゃあ、チュートリアルからやっていきましょう。はい、全部で3つあります。では、テイクオフ、離陸からやってみます。はい、それではですね、スタートさせて、ちょっと外観を見てみましょう。はい、ドローンモードで、ドローンビューでですね、外観を見てるんですけども、こんな形になってまして、ちょっとトンボの、鬼山っぽいんですけども、名前はオーニソプターって言います。で、足がですね、ちょっと特徴があって、本当に昆虫の足みたいになってますね。で、羽が、片翼、左側に4枚、右側に4枚あって、全部で8枚の羽があって、これを羽ばたいてっていうか、なんていうんですかね、こう、ばたつかせて飛ぶというものになっています。で、後ろの方は、えーこんな形で、後ろから入れるようになってます。で、こっから入っていって、で、客席というかですね、乗客席が全部で4つありますと。はい、ではこのコックピットパネルというか、この辺のですね、ケーキの説明をしていきます。はい、ボタンがですね、プッシュスイッチと、あとこのシーソースイッチになってます。非常に古めかしいんですけども、これはデューン砂の惑星の映画の世界観を反映しているっていうことで、ちょっと我慢する必要ですね。操作が非常にやりにくいんですけど。で、左側から、バッテリーとかですね、このボタンの上の段がエンジン関係、エンジンのコントロールで、下の段もエンジンの関係ですね。一番左がエンジンスタート、一番右がエンジンストップですね。で、真ん中の2つあるのが、これウィングフォールドとウィングアンフォールド。ウィングを閉じたり開いたりするっていう。で、その下にあるのがランディングギア。これを押すと、本当は足を上げると。で、滑空中は、飛行中はですね、これを上げてやらないと空気抵抗が多くて遅くなっちゃいます。真ん中にあるのが上からパネルライト。ここのライトですね。コックピットパネルのライトでした。で、これが、ヘッドライトですね。で、オペレーティブ。これはよくわかりません。ちょっと操作できないですね。ドームライトっていうのは後ろのライトになります。で、その下が、レフトドアとライトドアと。で、無駄にドアが開くようになってるっていうことですね。一応閉じておきます。はい、で、このタッチコントロールの操作は、レイキャストを出した状態だとタッチできませんので、レイキャストを出さない、ビームを出さない状態で操作する必要があります。そこだけで注意してください。右側のパネル、プッシュスイッチはコミュニケーション関係のスイッチになっています。で、その下に、ここにもシーソースイッチがあるんですけども、これがめちゃめちゃ重要で、左上からダイブモードですね。羽を閉じて、確実に羽を閉じるというものです。で、その下がブーストモード、アフターバーナーを効かせるやつですね。で、この、アフターバーナーの残量はここの AB のところに表示されます。で、グライドモード。これは、バタつかせないで、グライダーのように飛ぶというモードですね。はい、ウィングブレーキっていうのが、これが一番重要です。飛んでる間にホバリングするために、ウィングブレーキがなぜかかかります。はい。という、ここだけはかなり高度な技術が使われているような感じですね。で、この機体は、今までですね、マイクロソフトフライトシミュレーターの機体っていうのは、現実にあるものを、精巧に作ってですね、物理法則にちゃんとのっとってやっていたんですけども、この機体だけは、架空の SF 映画の中の世界っていうことで、物理法則をかなり無視しています。というのはですね、見ていて分かると思いますね。はい。で、ちょっと余談でしたが、ではコントロールの方法を説明します。ここにですね、2つあるのが、これが、ハンドルになるんですけども、操縦桿になるんですけども、これは直接は動かせません。で、動かすためには左手のタッチコントローラーのサムスティックで動かします。で、サムスティックを手前に押すと下降する方向、エレベーターの操作ですね。で、手前に引くと、あと上に向く方向。
で、左に倒すと左旋回で、右に倒すと右旋回するような操作になっています。で、右手のタッチコントローラーサムスティックにはラダーの操作、これラダーペダルになってるんですけども、右に倒すと右に、左に倒すと左に向くようにラダーが操作されると。実際ラダーはないんですけど、そういう動きをするというものです。そしてですね、パワー、ここはスロットルの代わりなんですけども、これを掴んだ状態で、黄色くなった状態で上下に動かすと、パワーが変わります。で、表示はですね、一応ここに補助的な表示が出ていて、今現在ですね、スロットルの状態、ここに表示されます。あと、ここにはアルティテュード、高度もですね、ここに表示されます。VS っていうのはちょっと何かわからないですけども、あとエアスピードですね、ここに表示されているということですね。だから、この辺にいろいろ、計器があるんですけども、見るのはこちらの方を見た方がいいですね。ということで、早速、このチュートリアルの通りに操作をしていきますね。アンフォルドボタンウィングス、ボスウィングスね。ウィングを開いてくださいという、このボタンを押すと、ウィングが開きますと。はい、ちょっと外から見ると、こんな感じですね。ちょっとこれをちゃんと外から見るでしょうか。で、エンジンをかけます。左ボタンこれをスタートさせると、ちょっとね、押すのが難しいんですね。バイブレーションがタッチした瞬間に効くんですけども、その状態でクリック、トリガーを握ると、はい。これでエンジンがかかりました。外で見てるとこんな感じですね。絶対この羽では、浮上はできないはずなんだけども、一応重力がちっちゃいっていう、そういう設定なんですかね。このデュースの惑星では。はい、それで、エンジンが 100% になったら離陸できる状態になります。で、離陸していくときに、浮上するときにですね、ヘリコプターって垂直に浮上するんですけども、なぜかこのオーニソプターですね、後ろに下がっていっちゃうんですね。浮上するたびに。なので、ちょっとピッチを下ろして前傾姿勢を保つ必要があります。その姿勢で浮上していくという必要がありますね。はい、それではスロットルオンにして、パワーを見てですね、このパワーを見て、で、アフターバーナーを効かせるには、これ説明したかった。アフターバーナーとウィングブレーキは、これアフターバー、こっちか。右手のタッチコントローラーに設定されています。設定しました。で、タッチコントローラーサムスティックを Y 方向、前に、向こう側に倒すとですね、アフターバーナーが効きますという設定にしてあります。このね、シーソースイッチを操作するのはかなり難しいんで、アフターバーナーと、あと、ウィングブレーキは右手のタッチコントローラーサムスティックに割り付けています。で、割り付け方はですね、最後に説明しますので、最後までご覧ください。はい、じゃあ続きまして、ダイブモードですね。これやっていきます。砂の惑星ではですね、岩と砂だけの世界で、岩場はですね、とにかく高い位置にあって、岩場が終わったらダイブして、砂の直上を飛ぶ必要があるということで、このダイブモードが設定されてみたいですね。はい。で、この、設定ではですね、ダイブモードで1回下に急降下するんですけども、急降下した後はできるだけ低い高度、1000フィート以下で飛ぶと、加点されるという設定になっています。で、位置はダイブポイント。ダイブポイントに到達しましょうと。いうことで、飛んでる間に特に操作する必要なくて、ちょっと近づくのを待ってダイブモードをオンにします。ダイブモードは左上にあるんでした。これをクリックして、ダイブモードにしてから、地上付近に来たら、もう一回、ダイブモードをして、羽を広げる必要があります。この辺でいいのかな？えい。こうやって、降りてって、霧のところですね。これがね、ちゃんと操作できるかどうか。よし。
で、1000フィート以下は飛ぶと加点されます。ここを見てですね、高度1000フィート以下を維持すると。あ、1000フィート超えちゃった。はい、ローパスフライトっていうのはね、ちゃんとできないといけないですけども、それはできたのか。タイミングがちょっと早かったんですかね。遅かったのかな。まあ、この辺が加点の理由になります。ということで、ダイブモード終わって、次はですね、最も難しいと言われているランディング、着陸ですね。で、ここで、ランディングするためにウィングブレーキっていうのを効かせるんですけども、それがスイッチの状態で操作しようとすると、非常に微妙に難しいんで、右手のサムスティックに割り付けています。はい、そうしないとですね、かなり難しい操作になります。で、これはですね、飛んでる間は特に、動かないのか。このパネルもね、動いたり動かなかったり、動かせたり動かせなかったりするんですよね。はい、で、高度は1300フィート以下に保ちます。これダメなのか。で、あそこに、あるのが、ヘリポートみたいな形で着陸地点なんですけども、そこにできるだけ近づいていって、で、高さをね、高い位置で近づいちゃうと、ランディングを上げないと。あ、下げないと。1000フィート近くの高度だったら大丈夫なのかな。はい、タイミングを見てウィングブレーキを効かせます。サムスティックを手前に引きます。で、何回か引いて少しずつゆっくり近づいていって、最後にブレーキを効かせると。はい、いうふうにすると割と簡単にですけど、これがね、最初慣れないうちは結構難しいです。はい、で、何回か訓練して、やると割と高い点数を取れると。で、この後にですね、このチャレンジングスっていうのをやっていきますけども、このチャレンジングの、タイムトライアルですよね。3つのポイントに止まってタッチアンドゴーを繰り返すような形になるんで、その着陸するスピードが非常に重要になるんですよね。飛び立つスピードもそうですけど。で、そこで先ほどの、ランディングの技術が非常に重要になるということです。チャレンジングスの方は全部で1、2、3、4、5個あって、で、5個目はですね、キャニオンラッシュということで、崖の間をくぐり抜けていくんですけども、これはかなり難しいです。そして、もう一つミッションがあって、これはレスキューですね。砂嵐に巻き込まれそうな人たちを助けるっていう、そういう設定になっています。これは実際のですね、竜の砂の惑星のパート1で出てくるシーンなんですけども、それを模しているっていうことですよね。ですから、砂の惑星パート1をまだ見ていない方は、ぜひ見てからやった方がいいと思います。アマプラで多分、配信されていると思いますね。では、デザートラン行ってみましょう。途中で、降り立つのが2つポイントがあるんだったかな。2つの降り立つポイントに降りてタッチアンドゴーして、最後のポイントでいかに早く降りることができたかっていうのを競う、そういうレースになっていますね。で、飛行中の場面から出てきます。マーベリックと同じような感じですね。はい、で、右手のタッチコントロールのサムスティック、向こう側に押し倒すと、アフターバーナーが 50% から始まるな。で、できるだけ低い位置で、ランディングギアが。待っています。ちょっとタイミング遅かった。ああいうふうにね、できるだけ近づいていかないといけないですね、本当はね、低い高度から。で、高い高度でアクセスしちゃうと、こういうふうに、おい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 。しくじってしまいますね。で、しくじった場合は、途中から開始されます。このぐらいの高度で近づいていって、で、この辺でアフターバーナーを効かせて、アフターバーナーじゃないや、ウィングブレーキを効かせて、で、着陸すると。はい。
で、向こう側に、この辺でもアフターバーナー効かしてって、結構残りが多いな。まだ 36% のことですね。そういうの使っちゃおう。ちょっと上空に飛びすぎた。ギアがオンになってた。このランディングギアはね、飛行中非常に妨げになるんで、できるだけ飛行中は上げときましょう。はい。次います。で、ランディングギアを上げといてですね。はい。そして、ちょっとラダーを右に向けて、もうちょっと下でいいんだよな。まだ2バーナー残ってる。で、ウィングブレーキを効かせて。ちょっと高いかもだ。本当はね、ギリギリぐらいで。ギア、押したかった。おお。3分20秒。はい。3分20秒でも、私のベストなんですけども、他の人たちはもう1分ぐらいで到達してしまっているんで、C になってます。はい。やるたびにね、コツを掴んでいくことができるようなゲームになってますんで、なかなか面白いと思いますね。ただ、その、ウィングブレーキとアフターバーンの設定は、右手のタッチコントローラーをつけないと、結構イラッときます。で、この後にですね、その割り付け方法をご説明いたします。はい、それでは、オニソプターのですね、アフターバーナーとウィングブレーキの設定をこれからやっていきます。まずオプションズに入って、コントロールオプションズに入ってから、右手のタッチコントローラーに設定するので、タッチコントローラーライトをクリックして、右手のタッチコントローラーメニューを表示させてください。で、そしてですね、以前はこのメニューの中から探していたんですけども、ちょっとオニソプターに関するメニューはですね、このキーボードから探した方がいいようなので、サーチのコマンドを使います。一番上の欄にですね、クリックした状態で入力ができない状態にして、で、キーボードからですね、私の場合、鼻の下から見てるんですけども、物理キーボードで ORN と入力すると、オニソプターに関するメニューがこんな形で出てきます。オニソプターセットウィングブレーキとオニソプターセットアフターバーナーですね。この2つをまずセットしてみましょう。まずウィングブレーキの方をクリックして、右手のサムスティックの Y 方向に設定したいんで、サムスティックの Y を押してですね。で、これで、バリデートをします。はい、そうすると、チェックボックスはですね、入ったままの状態にしてください。これで手前に引くとですね、ウィングブレーキが効くようになります。そうすると、アフターバーナー。これは向こう側に押し込むと、バーナーがするように設定したいんで、同じくサムスティックの Y なんですけれども、これでバリデートをした後に、リバースのアクシスはオフにしてください。オフにした状態にすると、向こう側に押し込むと、アフターバーナーが効くようになります。これで、ウィングブレーキとアフターバーナーの設定は完了ですね。で、完了したら、アプライセーブをしてください。これで設定が保存されます。そしてですね、もう一個、ランディングギアのスイッチがですね、非常にまたこれも押しにくくて、頻繁に降りる直前にやらなくちゃいけないんで、これも、設定しておきましょう。で、ランディングギアのアップダウンは、オニソプター特有のコマンドではなくて、一般のコマンドに入ってますんで、ちょっと今の、サーチはですね、オフにして、で、エキスパンドも一回閉じてください。そうすると、大きなメニュー項目のところにランディングギアっていうのがありますんで、これを展開します。
はい、そうするとギアアップとかギアダウンなんですけども、トグルランディングギア、これでですね、1回押すとアップして、もう1回押すとダウンするっていう設定ができます。これを左手のタッチコントローラーの X ボタンですね、に割り付けたいと思います。で、左手のタッチコントローラーの X ボタンを押すんではなくて、タッチした状態で、ランディングギアのアップダウンを指定したいと。で、アクションタイプってあって、これオンプレスと、もう一つはオンリリースっていうのがあるんですけども、オンリリースは離した時に初めて有効になるっていうことですね。で、オンプレスはタッチした時に有効になるというふうな設定になってますんで、X タッチでこの状態で、バリデートを指定して、実際これが有効になっているかどうか確認したければ、実際にですね、こうタッチコントロールの X ボタンに触れてみてください。そうするとブリンクするので、これでタッチコントロールの設定が有効になるということですね。押し込まなくてもタッチしただけで有効になります。はい、これでランディングギアをアップダウンしたいときは、左手のタッチコントロール X に触れるということでアップダウンができます。はい、そんな形で設定してみてください。そうすると非常にですね、ゲームも楽しくなると思います。はい、アプライセーブをして終了します。はい、で、ここで1回ですね、ちょっと試してみたいと思います。実際のレースをやってみて、アフターバーナーとですね、ランディングギアのアップダウンが、それとブレーキが有効かどうか確認してみましょう。はい、まずアフターバーナーなんですけども、右手のタッチコントローラーを向こう側に倒すと、今アフターバーナーが効いています。でですね。はい、手前に引くとブレーキがかかります。ブレーキがかかってストップするんですけども、ちょっとこれ離れすぎているんで、もう一回パワー全開にして、ブレーキをかけます。ブレーキをかけるとパワーが下がっていきます。はい、この点をね、ちゃんと理解してないと、割と難しくなってしまいます。はい、今、ランディングギアが降りていて、これで飛び立つときに、X ボタンにタッチすると、はい、ギアが上がるということですね。ということで、一応できるようになりました。右手のサムスティックを向こう側に倒すとアフターバーナーが効いて、手前に引くとブレーキがかかると。ブレーキをかけるとパワーが下がっていきます。そして、ギアのアップダウンですね。X のボタンに触れると上がったり下がったりしますということです。はい、以上で終わります。おっと、どこ行くんだ？